はい、皆さんこんにちは。ミニツ開発リーダーの岩崎です。今日は、ちょっと今更っていうのもあるかもしれないんですけれども、皆さん普段から使っていただいている MR03 の、ちょっとモーターケースなんですが、MM2 ありますね。MM2 のモーターケースの、ホイールベースの変更をですね、ちょっとご説明したいかなと思います。というのもですね、これ本来、教書としてはですね、作った当時すごい人気だった、当時は JSCC という名前だったと思いますけれども、ナロー幅でホイールベース L の車でレースがすごく人気で、今現在も人気なんですけれども、そこのカテゴリーに合わせて、基本的にはホイールベース L94mm で使うことを前提にした、前提に開発したモーターマウントなんですけれども、構造上98、2L ですね。ちょうどワイドの MM と同じホイールベースなんですけれども、その 98mm で、使いたいというお客さんがですね、割と多くいらっしゃいまして、でその際に、結構組み違えてる車両とかが、私どものユーザー相談室ですねに送られてきたシャシなんかで意外と組むを間違ってる車体とかがあるということで、ちょっと正しく組むにはどうしたらいいのかっていうのをご説明したいかなと思います。はい。で、ちょっとそういうのもあってこのテクニカルガイドというのを制作しました。これはちょっと後でサポートページのリンク貼っておきますのでご確認いただくとして、そのサポートページっていうのがもともと MR03 シャシの、モーターマウント別に全て、入ってるんですけども、RM、MM、LM、HM でも全て入ってるんですが、今まで MM2 を載せてなかったのは結構この MM2 は、RM 互換なんですけれどもちょっと特殊な面があったので、ちょっとその MR03 のテクニカルガイドからは省いてました。まず1個がそのブラシレスモーター専用というのもあって、レディセットの RWD シリーズには互換しないので、MR03 シャシのテクニカルガイドには入れてませんでした。なので今回もこれ1ページ作ったんですけれども、別枠で入ってます。ちょっとこのダウンロード先のリンクは貼っておきますので後でご覧いただければと思います。はい、で実際今ここにですね、L で組んだものと LL で組んだものは持ってきてます。こっちの L の方は、ちょっとアルミのモーターマウントとかついてたり、こっちがエボでこっちが VE プロだったりするんで、ちょっとあれなんですけども、単純にちょっとホイールベース比べてみてもらうと、こちら側の方が長いですよね。はい。でその時の組み方の説明なんですけれども、皆さんご存知のように、一番要になるのはこの後ろですよね。はい。この T バーの位置を後ろに伸ばしてもらうんですね。これは他のモーターマウントでもホイールベースを縮めたり伸ばしたりするときは同じなので分かるかなと思います。で、一番の違いはですね、この上の、こちらのダンパーが止まってるステーですね、フリクションプレートと一体になっているこの部分が、多少組み替えが必要になります。基本的には、全て外していただいて、上のユニットを取ってもらいます。ちょっとやってみましょうか、せっかくなんで。ちょっと取り外しのところまででちょっと見せますね。ちょっとこういうふうに4本ここ外していただいて、一番後ろですね、このダンパーのピッチングダンパーと止めているステーのところも外していただくと、ちょっとこれアルミモーターマウントついてるんですけども構造は一緒です。そうすると、ちょっとスプリングなどはあるにしてもこういった状態で外れます。はい。でこちらをですね、
こちらにコンバートする際には、当然、ちょっとここを伸ばさなきゃいけないんですね。で、こっちすでに伸びてますけれども、こっちに穴がこう3つ開いていて、一番こっち側のこの穴が L になります。で、LL。で、構造上 3L も可能なんですけれども、事実上、このマウントで 3L にして乗せられるボディっていうのがほとんどないので、今はちょっとここの位置は無視していただいていいかなと思います。そして、このダンパーのフロント部ですね、付け根の部分も後ろから見ていただくと、このように穴が3つ開いていて、L、LL、3L というふうに、ダンパー自体もこうスライドさせなきゃいけないという。この2つの部分をスライドさせて、ホイールベースを調整します。なので、ちょっとこれダンパーがあると見づらいので、別のパーツでいきますね。この部分に注目していただいて、いわゆるこれが L で LL で 3L というふうになってきます。で、この LL で使う場合にですね、ここを単純にこうスライドすると、もともとここ1本のビスで友締めしてたんですけれども、ここをスライドすると、それぞれ別になってしまいますので、この部品をシャーシに固定するには、ここにもビス打ってもらって、で、スライドしたこの先の、上のこのプレートを止める、ここにもビスを打つ必要があります。それがこちらです。2本ですね。こういうふうにスライドして、なおかつこっちも止めて、こっちも止める。で、ここで注意事項が一つあって、こっちのビスは、付属してます。シャシーセットなどを買った場合には付属してるんですけども、2の5、2の6も使えますね。のビスが付属していて、それをここに使います。ここもともとはですね、この2の8っていう長いビスで止まってるんですね。この2つが重なって標準状態では。ただその2の8を使うと下に当たってしまうので、2の8は使わないです。で、このスライドしたこの先も2の8を使うと下にこう出てきてステージ自体が浮いちゃうので、ここも2の6を、こちらは、お客さんの方で準備してください。2の6はですね、大体ミニッツに使っているビスで、この辺のものはすべて2の6で組まれてますんで、スペアのビスとか持ってる方が多いと思いますんで、こっちとこっちですね。ここの2本は一応シャシーセットとかを買うとついてます。MM2 のシャシーセットとかですね。なければ2の6で大丈夫です。パーツで買われた場合とかもですね、この4本、ここの2本とここの2本、2の6で大丈夫です。で、あとはこのダンパーの付け根の部分、ここをですね、これ下からネジ打って上のこのプラスチックのパーツ止まってますけども、これもですね、上を押さえていただいて、下を緩めて1個後ろにスライドしていただく。そうすると、こちらのように全体的にここもスライドして、ここもスライドして、要はダンパーの止まってる位置をここから少しこう4ミリ後ろにずらす感じですね。そうすると、このベースのステーの位置は変わってないんですけど、上のフリクションプレートとダンパーの位置がそのまま4ミリ下がります。で、いつものように T バーの位置も1個後ろに下げていただくと、下と上とで4ミリスライドして、全体的に4ミリホイールベースが延長されるというシステムになっています。はい。結構ですね、ここのスライドはしてても、こっちし忘れてる人とかですね、あとはビス片っぽ打ってない人とかですね、いろいろ結構ユーザー相談室に聞くとあるそうなので、このあたりを注意してやっていただければなと思います。で、また、この 98mm でこの仕様で組んだ場合ですね、もともとこのホイールベースで使うボディっていうのは、結構車高の低いワイドの車とかが多かったりするので、結構この部分が高さが高くて、当たってしまって乗らないボディとかもあるんですね。なので、このホイールベースで使う場合はですね、このダンパーが、使用したいボディに、当たるかどうかっていうのはちょっとご確認いただいて、必要であればこのダンパーは取っていただくようにしないと、当たってしまうかなと思います。はい。マクラーレン P1 とかああいうのも代表ですね。この辺がこう低くなってるので、もう当たっちゃいますね。で割とこうキャビンが大きい車なんかは収まります。はい。
ちょっとそんな感じでですね、今日はこの、MM2 のモーターケースを、94mm から 98mm に変更する際の、注意事項をご紹介いたしました。